はい、おはようございます。皆さん、バッパ翔太でございます。今日はですね、東京都南千住に来ております。今回はですね、東日本最大のスラム街と呼ばれた山谷をね、ちょっとね、散策していきたいなと思います。前回の吉原同様、山谷は、昭和41年の住居表示変更によって山谷という地名はなくなってしまったんですけど、今回ね、どんな街だったのかっていうのをね、歴史とともに歩いていきたいなと思います。ということで行きましょう。ということでですね、山谷というのはそもそもどんなところかというと、江戸時代に徳川幕府が被差別階級の人々を集めて、移住させた場所がここ山谷のエリアらしくて、もともとこんな感じでね、ここに小塚原処刑所ってあるんですけど、首切りのね処刑所とかもあったりしたらしいです。で、そこで、死体の処理とか働く人たちが、この辺りに住んでたらしいです。で、ここは小塚原、処刑所なんですけど、日本三大処刑所と言われて、ここがそのうちの一つらしいです。そしてですね、山谷といえばドヤ街。ドヤ街でルーさんなんか知ってますか？ドヤ。わからない。僕もちょっと知らんかって調べてみたら、ドヤは宿を反対に言った言葉がドヤやったらしいです。そうですか。はい、で、宿とも言えないような簡易宿泊所、そういったのをドヤっていうらしいです。で、言うたらバックパッカースタイルやろね。一つの部屋にいっぱいの人が寝たりするような、そういうのをドヤっていうらしいです。もともとね、江戸時代からこの山谷エリアでは旅人がステイするキチン宿みたいな、安い宿賃だけ払うような素泊まりみたいな宿がこの山谷エリアにはめちゃめちゃあったらしいです。ということで、江戸時代からそういったドヤの歴史があったって感じです。で、昭和32年にはこの辺には222軒のそういうドヤがあったらしいです。ということで、日本最大のドヤ街とも言われてたらしいです。ルーさん、this boy が明日のジョーのジョーです。はい。The boxer. Oh, really? Yes. He looks very friendly. Looks friendly. Yeah, I like his hair. It's kind of like boxer. Elvis Presley. で、この明日のジョーのジョーがここで、育ったって感じです。あ、そうですか。ボクシングで。I think you have chocolate in your mouth. I ate an ice cream. おい、いつの間にチョコレートダメなんですか。ほんまに？そもそも山谷はですね、戦後、戦災者とか孤児の人、が上野駅周辺でめちゃめちゃ溢れてたらしいんですけど、その人たち住宅困窮者の人たちのために収容所が山谷にできたということがドヤ街の始まりらしいです。めちゃめちゃたくさんの人がもう生活困ってた、上野駅でホームレス状態になってて溢れてたらしいんやけど、山谷にいろいろな収容所ができてこの辺に住むようになったみたいな。明治以降ですね、山谷はですね、貧困者の逃げ場としてまた職を探す者の集まる場として、変化していったらしいです。で、昭和30年代の高度成長、期にはもう1万5000人ぐらいの人がこの辺で、日雇い労働者として働いてたらしいです。ということで、東京オリンピックとか現在ある優雅な東京はこの山谷の日雇い労働者なしではできなかったっていう説も聞いた話ではあります。そうですか。はい。一番悲しいもの、東京オリンピックあんまりありませんでした。ありました。でもコロナのせいで、コロナ。Not this one. Before. before. 昭和30年代ですよ。ルースさん、タイムスリップしてくださいよ。おばちゃんとちょっと話してたらめちゃめちゃ面白かったんですけど、この辺とかもガチのドヤ街やったらしいです。もうドヤまみれやったんですけど、今はねビジネスホテルに変わったり、バックパッカーに変わったりみたいな感じにしてるらしいです。バックパッカーもちょっと前まではバックパッカーに変わってたんですけど、それがバックパッカーからマンションになったりとかしてるらしいです。今なんかマンションの方が需要がいいらしいです。おばちゃん曰く、今は現在はかつての、ドヤ街と言われてた山谷の面影はあまり見ることができないっていう感じですかね。でもそもそも山谷がどうしてなんていうんですかね、スラムとか言われたり悪い印象がついたのかというと、でここはですね、マンモス交番って有名な、明日のジョーでも出てましたよ、マンモス交番。現在は日本鼓交番ってなってるらしいんですけど、ここにですね、宿泊者と宿泊施設の人とトラブルになって、で警官が、間に入ってしたところ、暴力
警官が暴力と振るったって勘違いになって、3000人もの者がこのマンモス交番の前に集まって暴動したらしいです。でこの中で火を掘り込まれて、でこの交番が燃えたっていう、これも山野騒動っていうんですかね、もうすごいニュースだったらしいです、その当時の。いですね。普通にこれマンモス交番って調べてなかったら分かって、普通の交番です。はい、ノーマルポリス。If you just drive、多分皆さん全然気づかないと思います。僕調べてきたんで、これマンモス交番やって分かったんですけど。でここにですね、暴動が何回も起きてるらしいです。で、12月と11月の繁忙期に、仕事が、さっきのおばあちゃんが言ってた通り、仕事の浮き沈みがあって、12月11月で大抵繁忙期でめちゃめちゃ忙しかったらしいんですけど、それが仕事がなかったっていうことで、この建物の中に石油ストーブ巻かれて、で放火されたっていう事件とかもあったらしいです。やばいですよ。やばい。この山谷労働センターの前で賭博を始める者とかも現れたらしくて、でその賭博の裏にはヤクザ絡みの賭博とかも結構あったっていう話も聞きました、そこのおばちゃんに。これらの暴動の裏にやっぱり手配種による労働搾取や社会からの偏見や差別に対する不満などがあったと言われてたらしいです。でそうした環境からやっぱり薬物の依存とかアルコール依存の人とかも結構いっぱいいたらしいです。大変やったんやって、日雇いやし、結構浮き沈みもあるし、でやっぱり YouTuber life みたいなアップンダウンでおばちゃん曰く賃金とかもめちゃめちゃ安かったって言ってました。そうですか。今の派遣よりももっと悪かった言っとったで、めちゃめちゃ賃金とかも安いし安定もしてなかったんで、やっぱり不満っていうのがめちゃめちゃあったと思うんで、結構全国各地から山谷に仕事しに来とった人とかもめちゃめちゃおったらしいんで、労働も肉体労働とかでめちゃめちゃ大変やったと思います。そうですね。宿泊代2250円、暖冷房もついてます、冷蔵庫もついてます、テレビ、電子レンジ、いいですね、めっちゃ安い。でも聞いた話によると1700円台とかいう1500円とかもなんかところによってはあるらしいです。リュウさん大好きな、ベンディングマシンもあります。シャトの大好き。無視いっちゃいますか、ルーさん。すっぽんとかもある。やばいですね。でも西成の方が安いと思う。西成50円とか60円あったけど、こっちでも100円均一です。でも全品100円。この辺あんまりお酒あんまり見たことないベンディングマシン。西成もっと日本酒とビール、ハイボールみたいな。こっちの方は全然もうスラムっていう感じ全くないです。もう普通の場所です。I think it's actually quite nice. 多分冷たい。このエリア。係にはここです。湯丼天然温泉。ここに後から行きたいなと思います。いいですか？ここタトゥーも OK って書いてありました。どこ？ここ。Where does it say? ネットで見た。そうですか。でもめちゃめちゃいい温泉らしくて、肌めちゃめちゃツルツルになるらしいです。こんな感じで丼の中に浸かる温泉らしいです。いいですね。ルーさん行きたい、後で。多分行きたい。湯丼温泉、露天風呂もあります。露天風呂シャトのお気に入り。そうですね。でこの山谷地区今歩いてるんですけど、かなりコインランドリーがめちゃめちゃ多いですね。そうですね。なんで？やっぱり日雇い労働者の街なんで、コインランドリーとかも多いんじゃないですか。わからないです。めっちゃ便利。便利です。バンライフ時。そうです。バンライフ僕らにとってもめちゃめちゃ便利なんで。でここはですね、玉姫公園です。ということで、ここ明日のジョーでも出てきました玉姫公園。こんな感じで炊き出しらしいです。盆踊りがあって炊き出し、食べ物とかをもらえるらしいです。いいですね、楽しそうです。なんかイベントには、ビール早飲み対決とかいうのもあるらしいです。こんな感じで公園なんですけど、おっちゃんたちがみんなここに住んでるって感じです。こんな感じですごいです。そんなね、東日本最大のスラム街と呼ばれた山谷なんですけど、現在はですね、
当時1万5000人ぐらい住んでた、宿泊してたんですけど、4200人ぐらいまでに、減少して、しかも 68%、この山谷に住んでる 68% の人が60歳以上の人ということで、高齢化が進んで高齢者の住む町として、変わっていっているらしいです。現在の山谷は都市型限界集落とも呼ばれているらしいです。で2002年のワールドカップがあった時に、外国人の旅行者がめちゃめちゃ来て、現在はこの山谷、外国人旅行者のバックパッカーとかが結構住んでるとか利用してるらしいです。そうですか。だから僕らにとってはもう最高です。安いし、安いし、東京からも近いし、アクセスで、ここ駅も近いんで、5分か10分歩いただけですぐ駅でここから渋谷とかまで街まで行けるんで、すごい外国人の旅行者からには人気があるらしいです。いいと思います。いいですね。そうだね。ということで、ここはですね、涙橋でございます。涙橋、めちゃめちゃ有名です。明日のジョーでね、丹下段平がジョーに向かって涙橋を逆に行こうぜみたいな、こういう言葉がシーンがあったんですけど、めちゃめちゃ覚えてます。ここにはね、昔当時橋があったらしいんですけど、この交差点にね、川があったらしいです。でこの橋はですね、一番初めに行った小塚原処刑場に行くために使われてた橋らしく、それを見送った人が泣いてた光景を見て、この涙橋っていう、由来があるらしいです。こんなところにまさか橋があるって信じられないですよ、ルーさん。全然違う景色です、ビルディングでね。でこの裏なんですけど、裏にはね、こうセブンイレブンがあって、昔、ドヤ街が盛んやった時は、ここはなんか居酒屋みたいなお酒屋さんやったらしくて、日本一焼酎が売れた店、世界本店っていうことで、店の名前が世界本店、ここのセブンイレブンには世界本店って書いてあります。ということで今回なんですけど、皆さん、東日本最大のスラム街と呼ばれた山谷、景色はね全然違うと思うんです、昔に比べて。どう思います？そうですね。でもちょっとね、歴史を知って雰囲気を感じかなって感じです。当時の世界にタイムスリップできたかなって感じです。楽しかったです。楽しかった。ということで東京編ありがとうございます。皆さん、もし動画がええなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということでアディオス皆さん。